クジは日本の MeToo 運動と言われていますが、トランプ政権下で多くのアメリカ人があれが好きだったと反省中です。先日は虚偽の性被害を告発した女性が刑事起訴され、2年の刑が渡されました。ブレイクライブラリーも授乳中自分から監督を学園に誘った後セクハラを訴え、証拠メールが公開され炎上しています。そもそも WHO の性暴力に関する規定は具体性関係価値がない場合が広すぎます。男女両方に公平な法整備が必要だと思います。セルクさんどう思われますか？いや、僕は性暴力という言葉が良くないと思ってるんですよね。フジテレビの報告書で、性暴力の定義っていうのが最初の方にあるんですけど、性暴力とは何か、性暴力とは何かというので、性的な行為をするときに暴力を振るったという認識であるっていう人ってどれぐらいいます？性的な行為とグーで殴るとか手のひらで叩くとかっていうのが性暴力だよねと思う人ってどれぐらいいます？はいかいいえで答えていければいいんですけど、プレイでも言いますね。はい。スパンキングとかね、童貞だからわからない。いいえ。いいえ。この辺は難しい。フジテレビの報告書でいくと、性暴力とは何かっていうのが、上司であるとか、取引先であるとか、立場上の上下関係がある人が性行為をすると、性暴力なんですよ。加害性があるかどうかではなくて、性行為をしたときに上下関係があるかどうかで、権力があった場合に性暴力を呼ぶと呼んでるんですよ。なので、そこにバイオレンス的な加害行為は関係ないんですよ。圧力があったのであれば、性暴力であるという定義なんですよ。一般的に言う、怪我をするとか、捕まえるとか、押し倒すという暴力は、報告書の中では書いてないんですよ。中井くんとアナウンサーの人に何が起きたのかっていうのを僕も知りたかったので途中まで読んだんですけど、性行為的なものがあったと言われる日まで読んだんですけど、結果として暴力があったという表記はないんですよ。飲み会が、ホテルのスイートルームで開かれて、それが解散になって、で、その後、中井くんのマンションで焼肉を食って、で、その後、フジテレビの社員とアナウンサーと中井くんで寿司を食いに行って、これの会計が15,000円だったんですよ。あ、中井くんで一食5,000円の寿司を食うんだっていうのが僕の中で驚きだったんですけど、一人1万円ぐらいの寿司食いそうじゃないですか。あ、5,000円の寿司屋とか行くんだ、へーとか思って、それはいいんだけど、で、この寿司屋の帰りに中井くんとアナウンサーが連絡先を交換したんですよ。このフジテレビ社員は連絡先を交換しているってことを知らなかったんですよ。で、後日、中井くんとそのアナウンサーが連絡をして、中井くんの家に行くことになり、で、中井くんの家に行って、その後に何かが起きたっていうので、実態として、そこで暴力行為が行われたという表記はないんですよね。なので、性行為は行われたらしいという推測なんですよ。具体的に性行為で何が行われたかというのが書いてないんですよ。アナウンサーの人も具体的に何があったかって書いてなくて、ただそれが、どこまでを性行為と含むかも書いてないんですよ。例えば無理やりキスをするも性行為なんですよ。だから、キスをしただけかもしれないし、胸触ったのかもしれない。わかんないんですけど、結局何が起きたかを書いてないんですよね。性暴力があったという表現になってるんですけど、で、それはあくまで上下関係というのがある中で性的な行為をされたという状態。中井くんも性行為があったは認めてるので、なのできっと性行為はあったんでしょう。ただそれがどの程度の性行為かわからない。報告書を見てる限り、一般的に言われる暴力はないんですよ。上下関係がある中で、性行為をするものを性暴力と呼ぶという定義でいけば性暴力なんだけど、実態として暴力はなかったよねというのが、僕が読んだ報告書の中ではそうなんですけど、でも世間的にあれ、性暴力という中で、暴力があったっていうことになってない。首絞めは暴力ですね。首を絞めたとかがないんですよ。首を絞められたとか、叩かれたとか、無理やりとかっていうのがないんですよ。無理やりっていう表現もないんですよ。性行為に関して。あくまで立場上上下関係がある二人が性行為をしたというだけなんですよ。例えば社内でじゃあ上司と部下が同意の上でエロいことをしました。これも報告書の定義でいくと性暴力になっちゃうんですよ。上司と部下が合意の上にエロいことを会議室でやりました。もちろん合意の上でやってるし、誰も別に被害を訴えてないんだけど、でも報告書の定義でいくと、立場の上下関係がある人が性的行為をしたから性暴力であるっていう、そういう規定になっちゃうんですよ。だからこれが
その報告書の中で性暴力ってこういうことですよって規定するのはいいんだけど、一般のニュースの中でそれを性暴力があったって書いてしまうと、叩いたとか殴ったとか首を絞めたとかっていう暴行罪に当たるようなことが起きたとかって思っちゃうじゃん。首を絞めるとかね。だからなんか誤解を招く行為をあえて報告書が書いているのか何なんだろうなというふうに思ってるので、なので完全に別の意味で結構話になっちゃってるよなって思うんですよね。面白おかしく書いた方が PV のビデオねとかワイドショーで騒げるよねっていうのがあると思うんですけど、ただ僕はそのニュースが書き方が良くないと思います。犯罪かどうかもわかんないんですよ。暴行罪であるとか、脅迫であるとか、刑法に触れる行為があったというのは書いてないんですよ。二人が性行為的な何かをしました。とも書いてなくて、部屋に行ったということだけが書いてあって、で、その後、うつ伏せているとか、過去に戻りたいと言っているとかで、具体的な性行為が何かも書いてないし、で、犯罪行為があったというのは今のところ書いてないです。はい。撮影をしたとかの可能性もあるけど、でも撮影をしたも書いてないんですよ。だからその言葉の定義変えるの良くないよね。上下関係がある上で権力があるから逆らえなかったよねっていうのはかわいそうだよねって話で、ただそれを暴力という日本語を使ってしまうと、具体的な腕力的な何かがあったと思っちゃうじゃん。改正加害問題年始頃まだ謎のかった時に示談成立を根拠に女性擁護の立場や中井機関と問題適用していた人たちをひれくさんは否定していました。先生、夢中と女性が頑張った結果、状況が作れましたが、改めて今のご意見をお願いします。僕、見解変わってないですね。一般的にその刑法でいう暴行的な暴力は存在していないというのが報告書の範囲なので、一般的でいう暴力があったではなく、あくまで取引先という上下関係において性的な行為をしたというだけなので、じゃあそれが刑法に触れる行為かというと、別にそこは大人がやった行為なので、そこは何らかの法律に触れるわけではないよねっていうところです。フジテレビがじゃあそれをお膳立てしたのかというとそうでもなくて、お寿司屋さんで中井くんとアナウンサーが勝手に連絡先を交換して、その後中井くんとアナウンサーが、勝手に二人で会うという行為をしたということなので、それは会社が関与することではないので、そこで性行為があったとしても、それはお二人のことで、会社がどうこうできる余地はなかったよね。逆にどうやって会社が止められたかって話なんですよね。アナウンサーと中井くんが連絡先を交換したということを、社員は知りませんでした。で、中井くんとアナウンサーが一方的に連絡をして、二人で会うことにしました。これ会社が関与して止めるの不可能じゃない？会社が関与したからこれが起きたんだっていう論理で割と今進んでると思うんですけど、じゃあ逆にフジテレビはどうやったらそれを止められたのですかっていうのが僕逆に知りたいんだよね。24時間監視したらできたかもね。社員の動きを24時間監視して GPS を追ってスタッフが退勤した後にどこに行ってるのかって調べて、お前中井の家行ってるじゃないかっていうのを止めるっていうのであれば会社は止めること可能だと思うけど、退勤後の社員の行動を GPS で追うは、そっちの方が問題じゃない？だから僕はなんか、報告書読んでもあまり結論変わんなかったんですけど、なぜか世間ではそうなってないので、みんな報告書読んでないのかなっていう。僕300ページ読んでないです。3、40ページぐらいで、性行為が起こるまでの時系列のところで、結局そこに暴行的な、暴力的なものはなかった。で、その後に具体的にどういう性行為があったかというのも、周りには話しなかったっていうのを見て、これ情報量ゼロだわと思って、その報告を聞いた後に会社がどう動いたかっていうのって、僕結構どうでもいいと思ってるんですよ。性行為が行われるような状況というのが、会社が関与してるのであれば、それは会社が悪いよね。もしくはそこに刑法に触れるような行為があったのかどうか、暴力があったのかどうか。で、暴力があったのだったら、それはまずいよね。なので、これは示談じゃなくて、刑事犯として捕まえるべきだよねって話になると思うんですけど、暴力がなかった。であればこれは民事だよね。二人が二人きりになって性行為をするというのに、会社が関与して止められる余地がなかった。というのであれば、会社も警察も関係ないよね。なので、あとはお二人の示談の問題じゃないみたいな。で、その後会社がどうこうするっていうのも、別に僕は会社にその義務はないと思うんですよ。大人が勝手に男性の家に行って、性行為があって、で、それの責任をなんで会社が取らなきゃいけないのだろうっていうのが僕わかんないんですよ。なので、なんでここまで会社が責められてるのかなっていう側でさえ。なのでそういう意味では変わってないです。はい。だから例えばアナウンサーの人が中井くんの家に誘われてる時に、中井くんに家に誘われていて、他に人がいないっぽいんですけど、行った方がいいですかっていうのを、社員の誰かに相談して、
行った方がいいよと言っていたのであれば、それは会社としての責任がある可能性があるんですよ。でもそこ相談しないで自分で判断していったのであれば、それは大人としての自己判断というふうに僕は思います。はい。さっき報告書の話をしましたけど、性暴力という言葉が一人歩きしてるなと思いました。刑法でいう暴行罪的なもの、傷害罪的なものというのは、報告書内ではないのに、性暴力があったという表現になってしまうのは誤解を招くなというふうに思いました。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。